ベーシストのみなさんにお越しいただきました。ありがとうございます。ベーシストのみなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何気にうちの動画にこう紹介動画っていうのが出てもらうの初めてですよね。あ、初めてかも。ですよね。はい。つながりというか、ベース使っていただいてからは実はめちゃくちゃ長いですよね。めっちゃ長いです。あれ高校生ぐらいから多分持ってるもので。う何年ぐらいになりますか8、9年？それは言い過ぎか。いや、言い過ぎじゃないんじゃないですか。そう、それぐらい持ってると思います。ですよね。はい。私がまだサブ入って5、6年とかなんで、先輩です、サブ。あ、先輩です。で、このモデルに関しては、もう見たことあるよって方が結構いると思うんですけど、実際うちでもこのモデルをオーダーいただいたことが何回かありまして、ファンの方が。ありがとうございます。ありがとうございます。その動画もいろいろ上がってるので見ていただきたいんですけど、改めてこのデュラハンというモデルが皆さんのこだわりがたくさん詰まっているモデルなので、どういうスペックなのか紹介していけたらなと思います。それでは行ってみよう。はい、ということで今日紹介するこちら、皆さんのモデルデュラハンとなっております。それこそ高校生の時にオリジナルモデルを作るっていうので、デザインから全部考えていただいたんですよね。そうなんです。デザインから色も考えて、このペイントの部分まで自分で描いて、あ、そっか、これ手書きですよね。そうなんです。そうやそうや。それこそ鉛筆でなんかこう書いてもらったやつですよね。ね。古い資料を見たことがあります。それをそのまんまボディにイラストとして入れちゃったみたいな感じですよね。はい。これなんかイメージとしては何やったんですか、イラストは。当時デュラララっていうアニメがすごい好きで、それをモチーフにやろうと思って、それっぽくちょっとなるほどなるほど、ペイントっぽい感じで、あれですよ、それこそなんかエンディングとかにこうもうまさにね、ですよね。そうそう、これ聞いてから初めてドラララ、あ、これかと思って。そう見られたんですか？エンディングだけね。いや、これめちゃくちゃいいですよね。可愛いですよね。で、もともとこのボディの形はうちにあるデフィっていう5元と6元のモデルがあって、ボディ形状に関しては近しいような感じになってます。デフィ自体がね、もともと結構小ぶりなんですよ。小ぶりというか細い、線が細いんで抱え込みやすいですよね、結構。はい。女性で重いのを持つのしんどいなとかっていう方もめっちゃおすすめです。私も結構ちょっと重いの苦手ですけど。ですよね。はい。ずっと抱えようと思うと結構ね、練習の時に太ももがもう痛くなっちゃうので。しびれてきちゃったりね。一番のこだわりって私は聞いてるんですけど、はい、深緑、はい、色ですよね。色です。これめっちゃいいですね。可愛いです。これはなんかイメージあったんですか？最初から緑作りたいみたいな。そうですね、特別緑が好きってわけじゃなかったんですけど、当時。そうなんですか？そうなんです。逆にうちもう深緑のイメージしかなかったんですけど、ベースとか、あんまりまだその当時いっぱい色展開がなほどあるわけじゃなかったんですよね。黒、サンバースト、赤みたいな。そうです。はい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 。あっても青とかだったんですけど、当時通ってた楽器屋さんにたまたま置いてた緑のベースがあって、これぐらいの深緑でめっちゃ可愛かったんですよね。で、店員さんにこれ可愛いですねって話してたら、緑珍しいんだよってあんまりなくてっていう話をされてて、珍しいんだと思って、だったら自分で作れる機械とかがあれば絶対緑にしようと思って。なるほど、それきっかけなんですね。そうなんですよね。ベースは絶対緑がいい。そしてブリッジとかペグとかの金色ゴールドにしてやりたいなっていうのはずっとこだわりだったので、やっぱこの深緑にゴールドってやっぱかっこいいですよね。めっちゃかっこいいですよね。この組み合わせ見て違うモデルに、皆さんのモデルみたいに深緑とゴールドでっていうのもよくある。センスいいですね。センスいいです。可愛いよね、緑。すごいこだわりがポジションマークですよね。はい。四顔面のここよくあるのは、ここに丸いポジションマーク、何フレットか分かりやすいように丸がついてるんですけど、これがなしがいいので、はい、最初はデザインもなんかこれの延長線上でなんかすごいグワーってしようとしてたんですよ。でもなんかちょっとやりすぎじゃないかなみたいな、長く持ちたいしちょっとどうしようかなと思って丸描いてみたりいろいろしたんですけど、しっくりこなくて。あ、その時に実際描いてみたんですね。いろいろやったんです。なんか違うなと思って、もう分かんないからいいやと思って白紙で出したんですよ。ほんじゃそのサンプルで白紙何も書いてないのが上がってきた時に、これ逆に新しくてかっこいいかもと思って、そのままなしっていうアイディアで。それこそ当時っていうかちょっと前だと印泥なしってほとんどなかったですよね。ないと思う。今でも私あんまりですよね。フレットレスとかはね、わけがまた違うけど、こっち側にはあるんですけど、なので
弾く時には何の問題もないんですけど。てか高校生の時に長く持つことを考えてデザイン引き算できるのめちゃくちゃ偉いですね。いやー迷いましたけどねゴテゴテしたい。絶対自分の高校生の時にやってるなで25ぐらいでめちゃくちゃ後悔してるね。これでも若干ちょっと中二病の名残が感じるんでたまにちょっとねって思ういやでも今もうトレードマークですからね。そうですね、このベースで覚えてもらうことも多いので。が見た目のこだわりですね。はい。ピックアップレイヤーとはあと PJ タイプ、はいプレッションベースタイプとジャズベースタイプが一緒になっているようなタイプで、コントロールはボリュームバランサー、トレブルベースのアクティブベースですね。アクティブベースはいです、なんで後ろに電池ボックスがいいですか。はい、これですね。アクティブ使います普段。最近はアクティブの電池切れてるんですよ。あららら、じゃあ使えないね。でミュートスイッチにしてます賢い。そういう使い方できるんそうや。なんですよね。ボリュームでもいいんですけど、なんかちょっと振りすぎるとなんかあんまり好みの音じゃなくて、ちょっとだけ数ミリだけ抑えてやってるんですよ。フルテンじゃなくて。そうなんです。だからあんまり触りたくなくて、でここミュートスイッチに大丈夫ですか、楽器屋さん的に。よかった、いいでしょ。あ、本当ですか。それこそなんかアクティブあんま使わないけどアクティブついてて、電池も入ってないしどうしようと思ってる人いると思うので、この使い方ありやと思いますね。真似してください、よかったら。ぜひ。本当でもアクティブがついてる時から私はパッシブでやってましたうまくなるかなと思ってパッシブで弾いたりとか、アクティブはすごいアシストしてくれるので、ソロを取る時とかにつけるのが私的にはいいかなって思ってました。マテリアルですね。使ってる木材はボディはアルダーボディに、指板はメープル指板で、ネックがメープルの5ピースで、ここはオルナットのラインが入っていますというデュラハンでございます、もうこれをね本当にありがたいんですけど、ずっとご愛用いただいて、もう愛用です。それこそアイコンにもなるし、そのファンの方とか皆さんが見てベース始めたって方も実際結構コメントいただいたりとかお出していただくことが多くて、ぜひぜひ同じものに持ちたいなという方は最後にオーダーをしていただきたいんですけども、高いじゃん、まあ高い理由はねたくさんあるんですよ。サブの工房で一本一本すっごく丁寧に作ってるんで、だから壊れないでしょ全然。本当にこの前メンテナンス行ったんですけど、全然大丈夫だよって、本当お利口さんだねって言っていただいて、サブの工房にも何度も遊びに行かせていただいてるんですけど、一本一本丁寧に仕上げられているので、なので高いんですけども、その分ね、例えばちょっと色変えたりとかいろんな仕様変更できるというのがサブの良さなんですけど、皆さんと全く同じようなモデルが欲しいけどなかなか学生さんだったりとかね、ちょっと手が届かないなっていう方に向けて、今回なんとシードブランドからデュラハンミラーモデルを発売することになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう見ていただきましたよね。はい、どうでしたか、ファーストインプレッションというか。本当びっくりしました。こんなに自分が持ってるベースとウィー2つ、本当にびっくりだし、なんか懐かしさを覚えました。今持ってるのは、このペイントの部分が手汗とか服の着色とかでだんだんピンクになってきてるんですよ。味出てきてますもんね。いいですよねこれはお気に入りの部分でもあるんですが、これが真っ白だったりとか、そういう節々感慨深い。ちょっとシール持ってきてもいいですか。今日持ってきてるのでぜひ。こちらでございます。すごくないですか。すごいですよねそっくり。この子はね、実はサンプル機なのでちょっとまだボディのカラーが調整前で若干暗くなってるんですけど、形とかまんまですしね。まんまですよね。でちゃんとポイントのですねイラストも入れてます。パーツももちろんゴールドパーツで合わせてて、深い緑にホワイトパールのピックガードにしております。木材もできるだけ同じ木材っていうので、アルダーボディにメイプル指板で、ネックだけがオルナットが入ってないメイプルネックになるんですけど、というモデルを発売させていただきます。デュラハンからね変わってる部分でいうと、ピックアップのレイアウトとかスケールとかそのあたりは全部一緒なんですけど、コントロールがこれ見て並んだら分かるかな、ちょっと違うくて、価格を抑えるっていう意味でも今回はアクティブはなしでパッシブ仕様のベースになっております。ボリューム、バランサー、トーンの3つで、ここね2スイッチついてるんですけど、これはシリーズパラレルスイッチって言って、これとこれそれぞれ別々の回路なんですけど、これが直列でつながってハムバッカーみたいなピックアップになるっていうね。どうなるかっていうと、ちょっと音でかくなるみたいな感じです。なんでこれオンにしていただくと前にゴッと押されたような感じの音になるので、
ワンタッチで例えばソロ前とか、こうちょっとだけ音量欲しいなった時にパンって押すと前に出せるようなすごい使いやすいスイッチです。そうめっちゃむしろそっちがいいかも。あれでしょうか？わかりますよ。めっちゃいいじゃないですか。そういうスイッチがついております。こちらのモデルのね発売がですね、なんと12月の28日から予約スタートということで、明日から弊社のオンラインショップや各種楽器店さん、販売店様の方で予約がスタートいたしますので、ぜひゲットしていただけたらなと思います。はい、すごい念願のエントリーモデル、はい、ということで本当に気合い入れて打ち合わせさせていただいて、ベースを私を見て始めたよって言ってくださる方とか、もう一本欲しいなと思ってくれる方とかもぜひ手に取ってほしいなと思ったので、本当無理言って手に取りやすい価格帯でお願いしました。頑張りました。頑張りましたよね。本当に売り二つでめちゃくちゃ可愛いですし、で持ち手もすごいネックも細めで、かなり弾きやすいと思うので、ぜひ皆さん手に取ってもらえたら嬉しいです。ぜひお願いします。で、この発売記念イベントの第1弾ということで、なんとアメリカ・アナハイムにて開催されます世界で最も有名なギターショー、ナムショーにて発表いたします。ナムショー初めてですか？初めてです。ナムショーも行きたかったですよね。もうずっと念願でずっと行きたかったんで、ギタリスト、ベーシストはみんなやっぱ一回はちょっとね、行ってみたいなっていうナムショーなんですけど、そこでサゴブースの方にステージ作って世界に向けてこのデュラハンをアピールしていこうかなと思いますので、そのね当日の SNS とかもね動画撮りますよね、たくさん。はい、たくさん撮ると思います。うちもたくさん撮ろうと思いますので、そちらもぜひぜひチェックしていただけたらと思います。また日本でもね第2弾3弾できたらいいなと思っておりますので、お待ちいただけたらと思います。はい、本当に高校生の時から持ってるベースのエントリーモデルが出るってベーシスト冥利に尽きるというか、そう言っていただけて嬉しい本です。当念願の念願なのでめちゃくちゃ嬉しいです。本当ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ぜひこのサゴのデュラハンもシードのデュラハンも気になるなって方はサゴにお問い合わせいただけたらなと思います。今回は皆さんお越しいただきましてありがとうございました。